皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナの戦況解説です。ただし、今回は少しだけロシア側の動向についても触れようと思います。というのも動画についたコメントの中で、ウクライナ側の情報ばかりでロシア側の情報があまりにも少なすぎるという指摘がありました。まあ確かにロシア側の動向について取り上げる回数が少ないというのも事実なので、今回は少しだけロシア側の動向に触れつつ、ウクライナの情勢についてお話をしていきましょう。まずはロシア側の大失敗について取り上げていきます。ロシアの失敗を語るにはその出発点からニュースを拾っていきましょう。ロシア、月探査機打ち上げ、南極近くに着陸。成功すれば史上初。ロシア国営宇宙企業ロスコスモスは、モスクワ時間の11日、無人の月探査機ルナ25号を打ち上げた。ロシアによる月探査機打ち上げは、旧ソ連時代の1976年のルナ24号以来、約半世紀ぶり。計画が成功すれば、史上初めて月の南極近くに着陸する探査機となる。ロスコスモスによると、極東アムール州のボストーチヌイ宇宙基地から打ち上げた。16日に月の上空100キロの周回軌道に入り、21日に南極近くに軟着陸させる計画。その後1年間、探査を行う。ルナ24号は月面の土を地球に持ち帰ったが、25号は地球基幹装置を備えていない。ソ連時代において月面の土を持ち帰ったにもかかわらず、同じ水準のことができないというのは、ロシアの技術や国力がソ連時代よりも劣化していることの表れでしょう。さて、ロシアの月探査機はうまくいったのでしょうか。その後の話。ロシア探査機が月面に衝突。半世紀ぶりの月探査失敗。ロシア国営宇宙企業ロスコスモスは11日に打ち上げた無人月探査機ルナ25号が予定していた軌道を外れて月面に衝突し、消失したとみられると発表した。ルナ25号は21日にも人類史上初となる月の南極付近に軟着陸し、水の有無の調査を始める計画だったが失敗した。記事の補足をしておきましょう。インド宇宙研究機構によると、無人月探査機チャンドラヤーン3号は23日頃の南極付近への着陸を目指して20日、降下に向けた準備に入った。かつての宇宙大国ロシアの落日と宇宙開発に今まさに力を入れて技術力が伸びているインドの成功なるかが注目されています。ウクライナ情勢の話をするのにわざわざロシア側の失敗の話を持ってきたのは、これが宇宙開発競争の話だからです。宇宙開発というのはその国における科学技術のレベルを測るのに良い物差しだと考えられています。米ソ超大国の対立の時においては、まさにこの宇宙開発が我が国の方がより高い科学技術のレベルにあるというのを示す良い宣伝材料だったのです。だからソ連がロケット打ち上げに成功したぞというのを見て、アメリカも必死になってアポロ計画を進めて、初の有人月面着陸といったものを成功させた、そこまで至るわけです。その頃に比べると現在のロシアは宇宙開発事業においてはほとんど失敗続きの状態で、ソ連時代に比べればだんだんとその信頼性すら落ちてきているとも言えるような状態です。結局のところロシアはソ連時代の遺産を食い潰しているような状態だとも言えるわけです。まあそうした面が仕方ないという意見もあるでしょう。何しろソ連時代というのは今よりもより多くの構成国によって連邦がなされていましたから、より多くの天才が集まり、そして国家の意思としても多額の資金が投入されていましたから、今よりももっともっと宇宙開発に力が入れられていたのです。今のロシアはお金があったとしてもそれが宇宙開発に向けられることもなく、ソビエト時代の延長線上になんとか今のロシアがあるに過ぎないような状態なのです。ましてや今のロシアは以前の動画でも触れましたが、軍事予算ばかりにお金が回されるような状態です。それは人間についても同じことです。プーチン大統領はウクライナとの戦争に勝つためにもっともっと無人機を開発せよ、戦車を増産せよ、装甲車を増やせ、ヘリコプターをもっと作れないのかと、いわゆる軍事部門に対しての人をあてがい、予算をあてがい、必死になっています。軍事予算は国家予算全体の中での 30% 以上へと到達しており、このままであればもっともっと増えるだろうと言われています。そしてそのようなことをすれば当然のように国家財政が傾いていくわけで、民間経済は破壊され、ロシアの通貨価値といったものも毀損されていくことでしょう。今日は明日の即効性はないものの、
ロシアという国家の未来が非常に暗いという話を以前からしているのは、そのようなプーチン大統領の愚行によってなされるわけです。今回の月探査機の衝突といったものもそのようなロシアがお金や人の配置を明らかに間違っている、そのような過ちの証明だとも私は思っています。さて、それでは本題のウクライナ情勢の話について戻っていきましょう。ウクライナは今の戦争が長引くことを前提として各国からの支援を取り付けています。スウェーデン製戦闘機の供与で二国間協議、ウクライナのゼレンスキー大統領はスウェーデン製の戦闘機グリペンの供与について次の段階の措置を同国政府と協議していることを発表した。スウェーデンの首都ストックホルム近くでクリステション同国首相との記者会見で表明した。ウクライナ人操縦士によりグリペンの試験飛行がすでに始まったことも明かした。今後数週間でグリペンを将来獲得する可能性を開くと信じる適切な措置があるだろうと指摘。複数の諸国とさらなる話し合いを持つともし、ウクライナが近代的な航空機を調達し得ることへの自信を示した。ロシアが空を支配している時に地上を早く移動することはできない。我々は近代的な航空機を必要としていると主張した。クリステション首相はまた、ウクライナとの間でスウェーデン製の装甲戦闘車両 CV90 の生産、操縦訓練や維持管理業務での協力を謳った声明文に署名したとも述べた。同車両はスウェーデン国防省が今月15日に発表したウクライナ向けの新たな軍事支援の中に盛り込まれてもいた。スウェーデン製の戦闘機グリペンはロシアと戦うことを最初から想定した上で開発された戦闘機です。おそらくウクライナのゼレンスキー大統領は欧米からの F16 戦闘機の供与が十分な数にならないのではないか、もしくはバージョンが古いものしか渡されないのではないかといったことを考えて、スウェーデンとの協力関係を強化することによってグリペンの最新バージョンに近いものをお金を出してでも買って、ウクライナ空軍の近代化を計画しているのではないかなと私は思います。少なくともウクライナ空軍が現在持っているいわゆるロシア系の戦闘機は今後未来はありませんから、順次 NATO 加盟国の標準的な戦闘機へと移っていくことが重要だと考えられます。その中でアメリカが F35 戦闘機などは売ってはくれないでしょうから、じゃあどのような国からどのような戦闘機を買うかといったことを考えなければなりません。しかし F16 の最新バージョンはもはや各国からの注文が殺到しているような状態で注文が積み上がり、今からウクライナが注文をかけたとしても引き渡しにかかるまでに相当の年月がかかるはずです。それに比べればスウェーデン側との協力関係を築くことによってもしかしたらグリペンのウクライナにおけるライセンス生産なども目指せるかもしれないという意味で、ウクライナ空軍の近代化にはより近道かもしれないのです。また、スウェーデン製の CV90 について、ウクライナ国内での生産を合意したというのも、これまた大きなニュースだと言えます。先ほども述べたように、NATO との協力関係を進める上で、装備品を整えていきたいウクライナにとってみれば、歩兵戦闘車として最新世代の一角である CV90 を自国で生産できるというのは、これは願ってもないことでしょう。もちろんこれまでウクライナが培ってきた技術というものをどれだけ入れ込めるか、ここからはスウェーデンとの交渉になるでしょうが、いずれ自分たちの強みの部分を CV90 に乗せた、いわゆる派生バージョンを作り出していくに違いありません。ウクライナが保有しているソ連系のものはどうしても防御力に劣り、ロシアの歩兵戦闘車とどっこいどっこいの性能しかありません。西側製の兵器は基本的には、兵器は損耗品ではあるものの、しかし、乗っている人たちが生き残れることをちゃんと考えた防御力の高いものが設計段階から組み込まれています。ウクライナで CV90 が量産されるようなことになれば、当然のように、より多くのウクライナ軍兵士がより長く生存しつつ戦いを継続することに役立つことでしょう。そしてスウェーデンに訪問したゼレンスキー大統領ですが、今回の合意にあたって集合写真が撮られています。この写真がそうなのですが、ゼレンスキー大統領、そして首相が一番左側に2人並んでいます。その他の人物一体何かといえば、スウェーデンにおける主要政党の党首がみんな集まっているんだそうです。つまりこれが何を示すかといえば、今の政権だからウクライナを支援しているというだけにとどまらず、スウェーデンの全政党の支持において、ウクライナ支援を行うということを今回表明したわけです。民主主義国家においては政権交代などは当然のように選挙を通じて起こり得るわけですが、
少なくとも現時点においてスウェーデンは全政党がウクライナ支援を表明し、何があっても今後もウクライナと共にロシアと戦い続けることを示したわけです。ここまではスウェーデンとの関係の話をしてきましたが、スウェーデンとの協力関係が深まることにより、ウクライナ空軍を近代化するのはもしかしたらF16 戦闘機ではなく、スウェーデン製の戦闘機グリペンかもしれない。そして、歩兵戦闘車について言っても、CV90 がウクライナ軍の主力歩兵戦闘車へと昇格していくかもしれないという話をしました。では、戦車についてはどうなのでしょうか。こちらの方についても一報が入っています。それは、ドイツの軍事産業、ラインメタル社が、ウクライナにおいて今月中にも戦車や装甲車の修理点検する工場を稼働させると発表しました。今回ラインメタルが目指しているのは修理拠点の整備だけではありません。今後ラインメタルが目指すのはウクライナ国内において戦車の製造を目指すことです。そこで何を製造するか、それが新型戦車 KF51 パンター戦車です。最後に戦況についても触れておきましょう。戦争研究所の発表したところによると、今日もまた激しい戦闘は各自で起こっているわけですが、しかし、前進しているのか後退しているのかといったような話に注目した場合において、主な主戦場、1、2、3、4、5、この地点の中から両軍で動きがあったのは4番のオレホー戦域です。いつもとは違う地図を使っているのですが、この赤い三角印、これがロシア軍の野戦陣地です。対戦車地雷、対戦車号、竜の歯、そして塹壕、それらを組み合わせた陣地なわけですが、ウクライナ軍は徐々にロシア軍の陣地を攻略し、少しずつ前へと出ています。現在はロベティーネという集落において戦闘が繰り広げられており、近いうちにこの集落を奪還するのも時間の問題だろうと言われています。その他の戦域においては、激しい戦闘は起こっているものの、どこも大きな動きはない状態です。ウクライナの参謀本部が警戒している1番のクピャンスク方面におけるロシア軍も、現在のところは部隊の再編集とみられ、大規模な攻勢には出てきていません。戦いは日々行われているわけですが、現在の戦闘はあくまでも陣地を築いているロシア軍、この陣地を一つずつ攻略していくといった性質ですから、決して大きく毎日のように何キロも何キロも先へと進めるわけではありません。ですから、戦況解説をするにあたって重要なのは、今後もこの戦争が非常に長いものになるだろうということを前提として、どのような情勢変化があるかを追っていく必要があるということです。これは見ている人たちにとっては辛いかもしれませんが、今まさにベトナム戦争のような長い戦いの中に私たちはいると考えた方が良いでしょう。なぜベトナム戦争の話をするかといえば、北ベトナムとアメリカ軍が戦ったこの戦争において、アメリカは明らかに北ベトナムよりも圧倒的な戦力を誇っていた軍隊でした。しかし戦争の結果を私たちは知っています。北ベトナムはアメリカ軍を打ち負かし、ベトナムを統一したのです。もちろんそれまでには凄まじい数の一般人も含めた死傷者が出ており、決して楽な戦いではありませんでした。年月も非常にかかっています。アメリカ軍の指揮をしていた国防大臣は、アメリカ軍兵士の死者とベトナム軍兵士の死者のその対比を見た場合において、ベトナム軍の方が圧倒的に凄まじい数の死傷者を出しており、アメリカ軍の勝利を疑わなかったと言われています。もちろん現実においては、たとえ死者が多かったとしても、北ベトナムは決して諦めず戦い続けて、アメリカ軍を押していったというのが事実ですから、戦力や国力の差だけでは、戦争の結末は決して断言できないということを示しているわけです。そうした意味で現在のウクライナが行っているのは、確かに今まさに行っている領土奪還のための動きも重要なのですが、非常に長い目で見た場合において、戦いを進めるために重要なパーツというものを集めている状態です。例えば戦争が今年だけで終わりますよというのであれば、別に今回のスウェーデンとの協議によって戦闘機グリペンの供与やもしくは販売などについての話し合いを行う必要もちょっとないかもしれませんし、なんだったら F16 も今年中には間に合わないんだから、今年中に戦争が終わるという前提であれば、その話し合いや訓練などを行う必要すらありません。また CV90 についていても同様です。これから生産拠点をきっちりと整備し、ウクライナ国内で歩兵戦闘車を新たに作っていくというのも、これもまた気の長い話ですし、ラインメタルの話もしましたが、新型戦車をこれから製造拠点を整えて新しく作った戦車を兵士たちが訓練して前線へと送るまでは、やはり年内の話では収まる話ではありません。ですから、ウクライナ自身も、そしてウクライナを支援する国々においても、
この戦争は長引くし、長引くんであれば装備品を NATO 側へと寄せてくる。ウクライナを完全にロシア系の兵器から離脱させるそのような政策というものが取られ、それが実施されようとしているわけです。ウクライナが目指しているのは、たとえどれだけの犠牲を払ってでも最終的な勝利を目指すという、いわゆる北ベトナムの戦いのようなものだと私は思っています。だからこそ、今のロシア軍の占領している地域をそのままにして、さっさと和平を結べばよいと言っている人たちというのは、目先の戦争があるかないかにこだわりすぎて、ウクライナの目指しているものが何かについて考えが及んでいないのではないかなと私は思います。もちろんウクライナは北ベトナムと違って民主主義体制の国ですから、ゼレンスキー大統領がいつまで政権の座にいるかどうかはわかりません。しかし、戦いを国民が支持している以上は、誰が大統領になろうとも戦いはまだまだ続くと私は思っています。まあそれだけにスウェーデンのように全政党一致でウクライナを支援しようというそのぐらいの団結力をアメリカが示してくれるかどうかというのも結構重要な話です。まあこのあたりのアメリカの政情についてはいずれはお話をしなければならないでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わった方はぜひとも SNS 等での拡散や投げ銭機能もご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。